皆さんこんにちは、ガジェットジェットの UK です。早速ですが、ミドルレンジ帯のスマートフォン、Xiaomi 12 Lite がついに発表されましたね。日本での発売が実現するのかしないのか、ずっと注目はしているんですが、ついにグローバル版の発表がありました。日本展開があるのかはまだ定かではありませんが、Mi 11 Lite 5G と同じく、日本向けにもフェリカ、お財布携帯を搭載して販売されそうです。グローバル版については、アリエクスプレスで$349からという価格で販売されているそうです。気になる方は概要欄にリンク貼っておくのでそちらからチェックしてみてください。Xiaomi のスマートフォンといえば、これまで Mi シリーズと Redmi シリーズ、こちらが基本的なブランド名でしたが、2021年より Mi シリーズを Xiaomi シリーズとして発表していくことにしてるんですよね。ということは、本機 Xiaomi 12 Lite は昨年の7月に発売されたMi 11 Lite の後継機種に当たるモデルというわけです。この Mi 11 Lite はそのコスパの高さから日本国内でも爆売れしたモデルなんですよね。その後継機種というんですから、これは個人的にもかなり期待が持てます。というわけで今回はその Xiaomi 12 Lite と昨年爆売れした Mi 11 Lite を比較した上で異なる機能なんかをピックアップしていこうかなと思います。昨年のモデル Mi 11 Lite と異なるポイントはご覧の7つです。1、サイズ重量。2、デザイン。3、ディスプレイ性能。4、カメラ性能。5、CPU 性能。6、バッテリー性能。7、オーディオ性能です。まず Mi 11 Lite と異なるポイントの1つ目はサイズと重量ですね。昨年のモデル Mi 11 Lite のサイズは高さ 160.53mm、 幅 75.73mm、 厚さ 6.81mm、 重量は 159g となっています。対して本機 Xiaomi 12 Lite のサイズ、高さ 159.3mm、 幅 73.7mm、 厚さ 7.29mm、 重量は 173g と重量は 14g 増加しているものの、サイズ的には一回り小さくなっています。最近のスマホの中ではコンパクトで軽量な部類に入るため、持ち運びにはかなり向いていると言えますね。Mi 11 Lite と異なるポイントの2つ目はデザインです。昨年のモデル Mi 11 Lite ではトリュフブラック、シトラスイエロー、ミントグリーンの3色展開でしたが、本機 Xiaomi 12 Lite でもブラック、ライトグリーン、ライトピンクという同じライト系カラーを前面に押し出しているんですよね。ただ本機種 Xiaomi 12 Lite では背面がマットな質感で3つ搭載されたカメラの縁にメタリングを施しているので、かなり高級感が際立っていますよね。個人的にはライトピンクが綺麗なグラデーションがかかって好きですかね。Mi 11 Lite と異なるポイントの3つ目はディスプレイ性能です。ディスプレイ自体は AMOLED と言われる有機 EL ディスプレイを採用しており、画面サイズは 6.55 インチ。昨年のモデルとは変化ありませんが、リフレッシュレートが大きく異なるんです。昨年のモデルでは最高 90Hz だったリフレッシュレートが本機種では 120Hz に大幅アップしたことで、スマホを用いたブラウジングもかなり滑らかでストレスなく快適に操作できますよね。Mi 11 Lite と異なるポイントの4つ目はカメラ性能です。昨年のモデル Mi 11 Lite のメインカメラは6400万画素でしたが、本機種ではその遥か上を行く1億800万画素に対応しています。1億800万画素は Galaxy の S シリーズの最新機種 S22 に並ぶ現在販売されているスマホの中では世界最大レベルの画素数になりますから、そりゃ期待できますよね。さらに昨年のモデル同様、超広角撮影、マクロ撮影にも対応しているということなので、ちょっとした散歩から旅行先まで本機種1台持っていけば超高画質で本格的な撮影が可能というわけですね。また本機種ではセルフィーカメラ、いわゆるインカメについても大きく性能アップしているみたいなんですよね。3200万画素というかなり高画質の上、 GD2 センサーとオートフォーカス機能を備えることにより、自撮りに関してもかなり高画質に撮影することができるみたいです。またセルフィーグローという機能も搭載されており、2つの LED で自然な光を照射してくれるため、ナチュラルで美しい人肌を映し出してくれるんですよね。さらにセルフィーポートレートモードにも対応しているため、自撮りであっても背景のボケ感を調整、自分だけをくっきり映し出してくれるポートレート撮影が可能になっています。これは自撮り好きの女性にとってはもってこいの機能ですね。Mi 11 Lite と異なるポイントの5つ目は CPU 性能です。
前機種では CPU にスナップドラゴン 870G を搭載、RAM が最大 6GB でゲーム操作性に関して問題視されていましたが、本機種では CPU にスナップドラゴン 778G を搭載しており、RAM は最大 8GB、さらに内部ストレージは最大 256GB 搭載しているので、この点に関しては大きく改善されそうですね。Mi 11 Lite と異なるポイントの6つ目はバッテリー性能です。バッテリーに関しては 4300mAh と前機種から 50mAh ほど容量がアップしたんですよね。さらに前機種では 33W 急速充電に対応していたんですが、本機種ではなんと 67W 急速充電と約2倍もの充電スピードが得られるようになりました。充電スピードって本当大事ですよね。これほどの急速充電に対応していれば、充電忘れたまま寝ちゃっても朝の支度の時間でもだいぶ溜まると思いますよ。Mi 11 Lite と異なるポイントの7つ目はオーディオ性能です。オーディオに関しては昨年度モデル同様デュアルスピーカーを搭載しています。ただ本機種ではそれだけではなく、立体音響規格の一つであるドルビーアトムスにも対応しているので、スマホ一つで本格的な立体音響を体感することができるというわけです。ヘッドホンやテレビなんかでは多く採用されているドルビーアトムスですが、スマホに採用される日が来るようになったとはかなり驚きですね。さて、今回はシャオミからミドルレンジ帯のシャオミ12 Lite の発表があったので、前機種である Mi 11 Lite からの変更点を軽く紹介してきました。前機種から大きく性能アップしたのにもかかわらず、販売価格は約54,000円からとなっているみたいですから、かなり驚きですよね。個人的にはこのデザインが一番の魅力だと思います。少し角張った形状に変更されて、背面のマットな質感も非常に高級感が感じられるので、デザイン性を重視している人にもおすすめしたいスマホだと思います。発表直後ということもあり、軽い内容になってしまいましたが、次回はより詳細な内容についても動画にしていこうと考えています。今回の内容に少しでも興味を持ったり、続報が気になる方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。あと、高評価も忘れずにお願いしますね。以上、ガジェットジェットのゆっけいでした。